この動画に出てくるデータはすべてオープンデータに基づいており、誰でも検証可能です。パワーポイントを動画に変換しています。スライド番号のそばにSoon Nextが表示されると数秒後、次に進みます。同じ画面を見続けたい場合、一時停止してください。飛沫の乾燥しやすさを示すパラメータとして、気温と湿度から計算される値である乾燥余力を提案しています。飛沫が乾燥しにくい環境では、新規感染者が増加しやすいということが分かりました。また、逆に飛沫が乾燥しやすい環境では、新規感染者が減少しやすいということも分かりました。興味深いことに、この考え方を使うと、寒い冬だけでなく、梅雨の時期に起こった感染拡大の理由を説明できるのです。今まで述べたことは、日本だけでなく、他の国の状況を考慮することで、より一層明らかになりました。これからまとめの根拠となるデータを示します。重ねて強調させていただきますが、これらのデータはオープンデータに基づいており、誰でもインターネットで入手したデータをもとに検証できます。乾燥余力とはどういう値なのか。それは乾燥速度に比例します。飽和水蒸気圧を気温から求め、実際の水蒸気圧を引いた値として定義しています。温度と湿度から簡単に計算できます。図解すると、このように表されます。グラフの見方について、横軸は日付です。新規感染者数と乾燥余力をプロットしています。青い棒グラフが新規感染者数。オレンジ色の折れ線グラフが乾燥余力です。新規感染者数は都市の人口100万人あたりに換算し、7日移動平均値を取りました。乾燥余力は21時の値で7日移動平均値を取っています。緑の線は乾燥余力が6を示します。これから新規感染者数と乾燥余力との比較を示していきます。カナダ、ドイツ、オーストラリア、日本の4カ国、合計10都市についての解析結果を示します。期間は2020年3月1日から12月31日までのデータです。カナダの都市、トロントのデータです。乾燥余力が高まった夏場には、新規感染者はかなり少なくなりましたが、乾燥余力の低下とともに新規感染者は増加しました。ドイツの都市、ベルリンのデータです。傾向としては、トロントと同じです。乾燥余力が高まった夏場には、新規感染者は少なく保たれていましたが、乾燥余力の低下とともに新規感染者は急激に増加しました。
ドイツの都市、ハンブルグのデータです。傾向としては、トロント、ベルリンと同じです。乾燥余力が高まった夏場には、新規感染者は一時期ゼロとなりましたが、乾燥余力の低下とともに新規感染者は急激に増加しました。乾燥余力が低下する前から感染拡大が始まっているように見えます。その起点は、サマーバケーション開始の2週間後にあたり、人の動きが活発化したためと想像します。サマーバケーションの影響は後で示します。ドイツの都市、ミュンヘンのデータです。傾向としては、トロント、ベルリン、ハンブルグと同じです。乾燥余力が高まった初夏から夏場には、新規感染者はかなり低く抑えられていましたが、乾燥余力の低下とともに新規感染者は急激に増加しました。ハンブルグと同じで、乾燥余力が低下する前から感染拡大が始まっているように見えます。ハンブルグと同様にサマーバケーションの影響と想像します。ドイツの都市におけるサマーバケーションの影響を示します。赤い半透明の帯はサマーバケーションの開始から14日間を示しています。ベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンのいずれの都市もサマーバケーションの開始後2週間あたりから感染者が増え始めています。学校の夏休みに合わせて休暇を取り旅行するのが一般的ということで人の交流が多くなったことが原因と想像します。ちなみに地方によりサマーバケーションは異なります。オーストラリアの都市、シドニーとメルボルンのデータです。メルボルンに比べ全体的に乾燥余力が大きいシドニーは新規感染者が少なかった。メルボルンは冬に乾燥余力が下がり、感染者は増えたが、冬が終わり、気温が上がり、乾燥余力が大きくなると、新規感染者は少なくなった。ただ、8月の新規感染者の急減は、夜間外出禁止の影響かもしれない。日本の都市、東京都のデータです。梅雨時に湿度が上がったことによる乾燥余力の低下した7月と冬の温度低下による乾燥余力の低下が見られた11月と12月、その時新規感染者が増加しています。日本の都市、大阪市のデータです。東京と同じく、梅雨時に湿度が上がったことによる乾燥余力の低下した7月と冬の温度低下による乾燥余力の低下が見られた11月と12月、その時新規感染者が増加しています。日本の都市、名古屋市のデータです。東京や大阪と同じく、梅雨時に湿度が上がったことによる乾燥余力の低下した7月と冬の温度低下による乾燥余力の低下が見られた11月と12月、その時新規感染者が増加しています。この傾向は東京や大阪に比べ名古屋市において一番はっきりとしています。
日本の都市、札幌市のデータです。顕著に新規感染者が増加したのは、春の4月、寒くなり始めた10月中旬からだった。他の地域では、梅雨時に顕著な感染拡大が見られているが、札幌市では見られない。梅雨による湿度上昇がなく、乾燥余力が低下しなかったためと考えられる。そのため、新型コロナの感染防止としては湿度をむやみに上げない方が好ましいと思われる。札幌市と同様に、海外の都市においても、梅雨に相当する時期、つまり6月、もしくは7月に、顕著な新規感染者の増加は見られていない。最後のスライドです。ご覧になっていただき、ありがとうございました。今後の新作やアップデートにご期待ください。